最初中学を卒業しましたらオーストラリアの方に留学に行きました。それ高校と大学を経験しました後で、大学卒業したら2013年の7月で日本に来ました。最初の1年半くらいで TLS で日本語を勉強しまして、その後武蔵野美術大学の彫刻を入学しました。そこで2年間を勉強しましたので、それを修士課程を終わりましたら2017年で東京芸術大学の研究生として1年間を勉強しました。その次の年を今の先端芸術表現科というところの博士課程を入学しました。今も在学中の3年生です。はい。それきっかけは、最初に大学2年生の時が本当に短期間で1ヶ月ぐらいで日本に交換留学に来るきっかけがありまして、その1ヶ月ぐらいで本当に日本の美術館とかギャラリーを見るツアーみたいな感じに日本に来ましたので、その時は本当に日本が美術を作る雰囲気とかすごくいいなと思ってます。それがすごい単純なことを考えて日本に来ました。いや本当に今まで進学してて学校に勉強したりバイトしたり、今日本で住んでもう8年目になったんですけど、本当に最初に日本語学校に TLS にいる時が一番楽しかったというか、一番自由な時間でしたと思いますので、その時が本当に初めて新しい国に来る時間で TLS としてこの国に対していろいろ勉強しましたので、その時の友達とか先生たちも今までも長い時間でずっと付き合ってて、今も周りに同じアートにやってる友達とか先生たちも今までもずっとお世話になってて、もう本当にTLS がまた TLS のことを考えたらもう心強いですね。はい、僕本当に日本来た時がカタカナとかひらがなまでも全然読まない状態で日本に来ましたので、本当に受験として僕一番大事なことがコミュニケーションだと思いますので、やっぱりしっかり自分が思い切り自分の考えたことが正直に面接の時が先生たちに伝えることが一番大事だと思いますので、そのために面接の練習とか小論文の練習がいろいろやりましたので、それを僕の場合が TLS で宮田先生の授業論文と面接の授業が1年間くらいか受けましたので、その時に一緒に受験する友達たちに模擬試験みたいなことをほぼ毎週にやってましたので、それがすごく大事だと思いますので、本当に僕の場合が修士課程に目指すことなんですけど、研究の内容とか研究企画書がすごく大事と思いますので、それが伊藤先生がずっと見てくれたり、本当に何回くらいか書き直したなんです。
それが一番難しいというか一番大事なことと思いましたので、やっぱり自分の作品として本当に自分らしい作品作るだけでも十分だと思います。はい。やっぱり美術とかデザインとか自分の個性とか自分のスタイルが出すことが一番重要なことと思います。はい。今回の個展のテーマは Human Settlement という僕の作品のシリーズの名前なんですけど、僕が人間として集落の中にいる人間とかグループの中にいる固定個人個人の気持ちとかそれが表現したいなんですけど、きっかけがちょっと僕日本来る前でずっとちょっと田舎っぽいのところがずっと住んでいましたので、日本に来て東京の中心のところ、本当に中心のところ新宿区で6年くらいで住んでいましたので、なんでそんなに人口密度が高いところで住んでいるけどでも常に孤独感が感じることが、それがちょっと表現したいのきっかけでこのシリーズの作品を作りました。はい、それを今回の展示のテーマとして個展がやっています。はい、時々にちょっと言葉にうまく表現できないこととか直接そのままに言葉に出したら恥ずかしいこととか、そういうことがちょっと作品として表現したいで、それは自分なりの考え方で作品作っています。僕結構アウトドア派なんですけど、コロナの前が本当にほぼ毎日外に行ったり友達に遊んだりしている人なんですけど、コロナのきっかけでちょっと家にいる時間がすごい増えてて、もう授業もほとんどオンライン授業になって、本当に自分に一人にいる時間がすごい増えましたので、それをやっぱり作業に通しての影響も結構大きいと思いますので、もともと学校とか工房のところで作品作ったりそういう時間が多いでしたけど、コロナ以降が家に一人で作品作る時間がすごく増えてて、それが前より自分に対して自分の内面がもうすごいちゃんと見てるような感じになるかもしれないですが、あれがいいことか悪いことというよりがちょっとコロナの前がすごく変わりましたということとかそうと思います。やっぱり自分に一人にいる時間がすごい増えましたので、それが作品としても作品作る時間もすごく増えまして、作品がいっぱい作れましたが、でもやっぱり人と人のコミュニケーションのチャンスもすごい減ってしまし一方でしたし、それで長い時間が最初の時期も本当に何日も人に喋ることがなくて、どんどんコミュニケーションの能力も落ちたというか、前よりも気持ち的にも変わりましたというか、そういう心境があって、うまくコミュニケーションできない場合とか、自分に表現したい部分が自分の作品として表現したいとか、そういう気持ちでコロナ以降の、コロナの時代で作品を作っています。はい。
今後のビジョンでもずっとアーティストとして作品を作って続けたいなんですけど、やっぱり日本を拠点として作品作りたいと思います。はい、未来もなんか今のつい最近のテーマで短いにある素材とかリサイクルの素材を落として立体の作品作って続けたいと思います。はい、僕最初日本に来る時が本当に短期間日本にいるつもりでしたけど、この未来も今もう8年目で日本で住んで続けることも考えたことがなかったので、それも自分の未来がもう本当に、プランもできないと思いますので、今思ってることが思い切り頑張って方が未来がどんどん開くというかはっきり見えるようになると思いますので、まだ来れない学生さんたちも頑張ってください。